こんにちは、金市リペアです。今回は VMC7200 のフェーダー修理をご紹介します。まずは現状確認ですが、システムを起動するとチャンネル1のフェーダーがトップへ移動してしまいます。レベルを下げても何か操作するたびに勝手にトップへ移動してしまいます。そしてフェーダーデモンストレーション機能を呼び出すと、チャンネル1はトップに貼り付いたまま、チャンネル2から6は動作範囲がずれています。この時点でトップ貼り付きは何とも言えませんが、他のフェーダーは抵抗値がシフトしてるんだろうなと思います。故障モードは2つということですね。さて、このコンソールは 48kHz サンプリングのセパレートタイプのデジタルミキサーです。最大9つのエフェクトをコントロールする高機能なシステムですが、さすがに20年も経っているので純正部品の入手は無理ですよね。ということで今回はフェーダー部品の修理になるんだろうなと思いながら分解を始めました。フェーダー基板はハンダ面をモーター基板が塞いでいるので、フェーダー12本分の駆動系も全部分解しないとフェーダーにアクセスできません。すべて分離してようやくフェーダーを外せます。チャンネル1から外し始めますが、ここでチャンネル1の端子をハンダ付けする基板側のランドパターンが剥がれて欠損していました。ということで端子が回路につながっていないオープン状態です。システムをオンするとトップに勝手に移動する原因はこの端子オープンですね。これは単純な破損なので、おそらく他の不具合に対して修理を試みた時に運悪く生じた欠損なのでしょう。それなら他の5本のフェーダーと似た状況が予想されるので、フェーダーの抵抗値を測ってみました。ここでテスターの画面が映りませんでしたが、0から 10kΩ の規格に対して 5kΩ 増えて 5kΩ から 15kΩ を示した状態でした。これは内部の基板パターン面やスライドブラシの状態が気になるところです。裏面の爪を開いてアウターケースを開けてみるとこんな状態でした。基板とブラシをクリーナー液で清掃してから組み戻し、抵抗値を測定しましたが、それだけでは改善されませんでした。ではどこに 5kΩ の抵抗が生じているのでしょうか。基板上の抵抗パターン面だけでなく、端子などとの境界点ごとに抵抗値を測ってみると、端子を基板側パターンと接続するカシメ部分に 5kΩ がありました。きっと水分が染み込んで接触面が腐食しているんでしょうね。続いてチャンネル2から6のフェーダーも外して同様に抵抗値を測定してみると、これらもチャンネル1と同じく抵抗が増えていて、その原因も同じで、端子の取り付け部で 3kΩ から 10kΩ が加わった状態でした。ということで6本とも同じ原因ですが、この端子部分はかしめて基板パターンへ圧着しているので、それを剥がしてここには修復はできません。基板を交換するしかないですね。このフェーダーは外寸やピン配置がほぼ等しい汎用品があります。それを仕入れて構造を比較してみました。汎用フェーダーで異なる点は、まず端子配置が1本違いましたね。でもそれは元フェーダーの配列で示すと空いているところに移動しただけで、回路上のピン配列に入れ替わりなどはないので大した問題ではありません。もう一つの相違点はスライダーの金属レバーの形が違いますね。これは元フェーダーのスライダーが駆動用のベルトをかけつつ操作ノブもつける2つの機能に対応しているためで、汎用フェーダーにその形がないのは仕方ないですね。ということで、この劣化したフェーダーを直すには元フェーダーを分解してアウターケースとスライダーを取り出し、新品の汎用フェーダーを分解して内部の基板と接点ブラシを取り出し、それらを組み合わせてフェーダー機能を再構築することにしました。いわゆるニコイチ修理です。
まずフェーダーのスライダーから傷んだブラシ端子を取り外します。6個のフェーダーのブラシはこのような状態でした。特に使われたであろうチャンネル1は先端がボロボロですね。これでも可変抵抗としての接触は保っていたので大したものです。次に新品の汎用フェーダーを分解してフェーダーからブラシ端子を取り外し元フェーダーのスライダーへ移設します。ブラシの接着は接着面の形を樹脂に埋まるよう少し加工し太めのハンダゴテでブラシを加熱してスライダーに熱溶着しました。元フェーダーのアウターケースと新しいフェーダーの回路基板の組み合わせは無加工でつきました。ここでスライダーの収動抵抗については注意が必要でした。移設したブラシの接触を確実にするために角度を起こし気味にしたりすると当然レバーをスライドする時の収動抵抗が増えます。さらにアウターケースを締める裏の爪曲げをタイトにすると基板が押されて内部のクリアランスも減るのでスライダーの収動抵抗が増えます。このシステムで使われているモーターは 5V 駆動で当時カセットテープデッキのキャプスタン駆動などにも使われていたようですがベルトを返してフェーダーを駆動するにはトルクに余裕がないようでスライダーの収動抵抗が増すと移動が遅くなったり移動できなくなりその結果シーンを切り替えてもフェーダーレベルが正しく再現できなくなります。したがってスライダーの収動抵抗は感覚的ではありますがオリジナルフェーダーと同程度に軽く動くようにうまく調整します。続いて今回の修理に使った汎用フェーダーの基板ピン配置が1本違う処置ですが位置が移動しても接続すべき回路は同じなのでジャンパー配線は不要でした。基板側に端子穴を開けて穴の裏面はハンダ付けできるようレジストを剥がしました。これで修理した6本のフェーダーを基板に組み込み駆動系の部品も戻してシステム動作を確認します。デモンストレーション機能を呼び出すとチャンネル1からチャンネル6のフェーダー動作範囲は正常になりました。最大最小レベルのシーン切り替え往復操作でも安定してフェーダーレベルが再現されました。最後に音出しチェックで動作を確認して修理完了です。以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。